タリアングレーハウンドのニアと暮らし始めて気づけば93週間が経ちました。今週も先週に引き続き海へ向かいました。というのも先週はうっかり水中カメラを忘れてしまったので、今回はそのリベンジです。それにちょうどトリプル台風が接近していて、近いうちに海が荒れてしまうかもしれないという予感もありました。目指したのは伊豆半島の東側、真鶴の近くにある保戸ヶ浜。この日は地元の夏祭りの影響で夕方から通行止めになるとの情報があったため、朝早くに現地入りし、午後3時には出発するスケジュールにしました。自宅を出たのは朝5時。東名高速から小田原厚木道路を経由して伊豆へ。アクアラインと違って首都高の渋滞以外はスムーズなドライブでした。ただ小田原では道路工事の影響で一部が対面通行になっていました。午前7時半、保戸ヶ浜に到着。予想通り無料駐車場はすでに満車。近くの有料駐車場に車を止め荷物を運び、遊歩道沿いにテントを設営しました。海水は心地よく27度と暖かい水温。ただし気温は35度超え、コンクリートが焼けるように熱を持ち、隣のテントの方々はとても座っていられないと嘆いていました。着替えを済ませて水中カメラを片手に保戸ヶ浜の海へと向かいました。透き通った水の中へ足を踏み入れると、ルリスズメダイの青がまず目に飛び込んできます。右巻きやニザダイたちが岩の周りで朝ごはんをついばむ様子に思わず見入ってしまいました。伊豆半島の海はやはり千葉とはまるで違います。魚の種類が豊富で、まるで水族館の中を泳いでいるような気分になります。熱帯魚の子供たちの姿まで見かけることができて、時間を忘れて夢中になります。ふとこんな景色をニアにも見せられたらそう思いました。もっと技術が進んで一緒に潜れる日が来たらどんなに素敵だろうと、海を見ていると自然と湧いてくるんです。ニアにあれも体験させたい、これも見せてあげたいと気づけば、お財布の中身はどんどん軽くなりますが、それもまた幸せな悩みです。だからこそもっと頑張って働こうというモチベーションが湧いてきます。収入が増えれば幸せも増える。一見当たり前のように思えますが、実はそれには限界があるとされています。経済心理学の研究によれば、ある一定の収入を超えるとお金がもたらす幸福感は徐々に薄れていくそうです。この現象は幸福の限界効用低減と呼ばれています。生活の基礎が満たされ、ある程度快適な暮らしが手に入ると、それ以上のお金は心の豊かさにあまり影響を与えなくなるというのです。その代わり私たちの心を長く温めてくれるのは物ではなく経験だとされています。例えば新しいスマートフォンを買った時のワクワク感は数日で薄れていくかもしれませんけれど、旅先での美しい風景、音楽に包まれたコンサート、誰かと過ごす静かな時間や趣味に没頭した時間や体験はずっと心に残り続けます。一緒に暮らす動物との日々もまさにその経験の塊です。ニアとの食事や通院、ニアのためのグッズの購入など、確かにお金はかかります。でもその費用の先にあるのは
ニアとの生活によって静かにアップデートされていく飼い主自身の感情の拠り所や考え方の変化がもたらす充足感だと思います。引き続きさまざまな試行錯誤を繰り返しながら楽しいニア日記を作っていきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをタップしていただき応援をお願いいたします。